こんにちは。今日は丸い形のバッグを作っていきます。底を厚めにして可愛いシルエットにしていきます。お好みにアレンジして作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使用する糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%、 極太で色はホワイト、 40g で40メートル、使用かぎ針の目安は8号。これを8号で編んでいきます。でこの糸はこんな感じのとても太い糸で、ちょっとガサガサとしていて、太さは2.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。まず底を作っていきます。鎖を編んで、その周りを細編みで4周編んでいきます。まずその鎖の数について、今回の鎖の数は14、20、26、32、38、そのどれかであれば大丈夫です。出来上がりのサイズについて、私は鎖20で編んでこれぐらいのサイズになりました。鎖20、出来上がりの横幅は20センチ。もう少し大きいサイズで、これは鎖の数が26、出来上がりの横幅は25センチ。この出来上がりの幅から考えて、最初の鎖の数を決めていきます。その鎖の数は14、20、26、32、38のどれかであれば大丈夫です。鎖編みをしていきます。この鎖は少しゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。私は鎖20編んで約16センチ。この長さがこれから作るバッグの一番狭いところになります。もしここで小さいようだったら、鎖の数を増やしたり減らしたりします。これで底を作っていきます。今回は楕円形の底にします。なのでこの鎖の端の鎖に細編み3つ、こっちも3つ編んで楕円形にします。こっちで見ると、これが鎖、端に細編み3つ、こっちも3つで楕円形の形にします。スタートするのはここ。まず細編み1つ編んで、くるっと編んで、最後に2つ。これが1周目です。この端の鎖に細編み1つ、まず鎖1つ、細編みをするので鎖1つ、1つも取って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み。底を編む時に
裏に針を入れて編んでいく方がきれいに出来上がります。で、次も細編み、次も1つ目の細編みにマーカーをつけておきます。このまま1つに1つずつ細編みをしていきます。端の鎖に細編み3つ、この手前まで編んでいきます。端まで来ました。端の鎖には細編み3つ。まず1つ目、これが1つ目、同じところに2つ目。この時、この短い糸端を向こうに寄せておきます。この長い糸の下を通って向こう側で、2つ目、次は3つ目。今度はこの糸端を手前に寄せておきます。長い糸の下を通って手前、3つ目、こうすると結び目が横に倒れるのと糸処理が簡単になるので、こんな感じでしていきます。隣に細編み、この3つ入れた隣、糸端は編みくるんでいきます。で、ここまで編んでいきます。1周編んでスタートしたところまで来ました。マーカーをつけた1つ目の細編みを見てみます。この1つ目の細編みの入っているところが端の鎖、端の鎖に細編みをあと2つ、全部で3つにします。今1つ、同じところにあと2つ、ここ1、同じところ2、これで端の鎖に細編み3つ、最初の細編みに引き抜きます。これでつながりました。こっちも細編み3つ、こっちも3つで細長い楕円形ができました。で、今引き抜いた糸、これが最後の細編み。1つ目の細編みに引き抜いて、この糸にマーカーをつけておきます。後でここがややこしくなるので、引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。ここは細編み、ここは引き抜いた糸、細編みではないのでマーカーをつけました。次は2周目。2周目はこの3つ編んだそれぞれに細編み2つ、こっちも同じ2つ、ぐるっと編んで最後も2つ、
と編んでカーブを作ります。でまたここからスタートします。ここから始めたので、ここから2周目を編んでいきます。細編みをするので、鎖1つ、根元に細編み、1、2、で次からは1つずつ。このカーブの間は全部1つに1つ、こっちも1つに1つ。次から1つに1つずつ。このまま端でも細編み2つずつ編んでいきます。反対側の端まで来ました。端ではこの1つの鎖に細編み3つ編んだところ、このそれぞれに細編み2つ。まずここ1、1、2、次も1、2、次も次から1つに1つずつ。このままスタートしたところの近くまで編んでいきます。スタートしたところまで戻ってきました。この引き抜いた糸の手前、この細編み2つには細編み2つずつ。こっちで見ると、この部分、最後の細編み2つに細編み2つずつ。ここに2つ、2つと編んでカーブを作ります。1、2、ここにも2つ、1、2で、これは引き抜いた糸で細編みではないので数えません。最初の細編みに引き抜きます。これでつながりました。また今引き抜いた糸にマーカーをつけておくと便利です。次は3周目。3周目から編んでいくのに準備をしていきます。今までと同じなんですが、この一つに細編み3つ編んだ範囲、これからこの範囲で細編み3つ増やしていきます。次もこの範囲で3つ増やします。次の週も同じ3つ増やします。で、大きな楕円形にしていきます。この位置は多少ずれていても大丈夫です。この部分で細編みが3つ増えていれば大丈夫です。こちら側でも細編み3つ増えれば楕円形ができます。次の週も同じ。これを繰り返していきます。次は3周目で、今
ここからスタートしたので、こんな感じで考えて、この部分では細編み1つ増やして、この部分では細編み2つ増やしていきます。その方がやりやすいと思います。で、3周目は今この部分に細編み2つあります。このどちらかを2つにして細編みを1つ増やします。こちらを2つにしてもいいし、逆に1つ2つにしても大丈夫です。こっちも同じ。この2つのうちのどちらかを1つにしたり、2つにしたり、2つにしたり、1つにしたり。これは見た感じで整って見えるようなバランスで編んでいきます。大体で編んでも大丈夫です。で、最後にここでも細編み2つ増やします。トータルで細編み3つ増えて、こっちもトータルで細編み3つ増えたら大丈夫です。何周編んでも同じです。まず今足元を見ると細編み2つ、このどちらかを2つにします。まず鎖1つ編んで、根元に細編み2つ、その前にこの境目にマーカーをつけたいと思います。この範囲が分かりやすくなるのでマーカーをつけておきます。これは細編み2つの次、このカーブするところの次、1、2、3、ここからはまっすぐ一つに一つの細編みで、こっちのカーブするところ、ここに細編み2つ、その手前、このマーカーのところが一つに一つ、次からはカーブ一つに2つ、一つに2つ、一つに2つの次に、ここはカーブする部分、細編み3つ増えます。次からは1つずつ、最後は細編み4つ、1つに2つ、1つに2つ、この手前、1、2、3、4、5、ずっとこのマーカーとマーカーは一つに一つ、ここはカーブ、トータルで細編み3つ増やします。この法則で編んでいくと何周編んでも大丈夫です。で、この範囲で細編み1つ増やします。この2つのどちらかを2つ、私は細編み1つ、次を2つにします。で、次からはまっすぐ、このまままっすぐ編んでいって、マーカーのところでも細編み1つ、この範囲では細編み3つ増やします。増やす位置は大体で大丈夫です。バランスよく見えるところで3つ増やします。で、ぐるっと編んで、ここまで編んでいきます。3周目の終わりまで来ました。またこの範囲で
細編み2つ増やします。この2つのどちらかを2つにします。2、次は1つ、次は2つ、1つ。これでこの範囲で細編み2つ増えました。最初の細編みに引き抜きます。でこれは引き抜いた糸なので数には数えません。最初の細編みに引き抜きます。これで3周目が終わりました。次は4周目。またこの範囲で細編み1つ増やします。でここで細編み3つ増やします。ぐるっと編んで最後この範囲で細編み2つ増やします。何周編んでも同じです。で引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。鎖1つ、次を2つにしようかと思います。次からはまっすぐ。まっすぐ編んでいってこの範囲で細編み3つ増やします。でまたまっすぐ編んでいってこの範囲で細編み2つ増やします。ここまで編んでいきます。4周編んできました。長さは 19.5 センチぐらい。次に側面を編んでいきます。マーカーは外しています。まず鎖1つ、細編み、で1つ目の細編みにマーカーをつけておきます。足元2つ飛ばして3つ目に長編み、1、2、3、同じところにあと4つ長編み、1、2、3、4、5、これで長編み5つ、足元2つ飛ばして3つ目に細編み、これで長編み5つの扇形と細編み1つ、また扇形を作っていきます。足元2つ飛ばして3つ目、1、2、3、4、5、これで5。
次は細編み、足元2つ飛ばして3つ目、これを繰り返していきます。また扇形、1、2、3、4、5、1、2、3、これを繰り返して1周します。側面1周目の終わりまで来ました。今長編み5つの扇形を編んだところ、最初の細編みに引き抜きます。これで1周目が終わりました。次は2周目、鎖4つ、1、2、3、4、1、2、3、4、根元に長編み、これで鎖4つと長編み1つ、次の扇形の真ん中、この3本目の扇形の上、細編みをします。次はこの扇形と扇形の間の細編み、ここに長編み1つ、長編み、鎖1つ、また長編み、同じところ、鎖1つ、長編み、これで長編み、鎖1つ、長編み、鎖1つ、長編み、扇形の真ん中に細編み、これを繰り返していきます。また細編み、鎖、鎖、これで長編み3つ、細編み、こんな感じの模様で編んでいきます。これを繰り返してスタートしたところまで編んでいきます。側面2周目の終わりまで来ました。これが最初に編んだ鎖。今細編みを編んだところ、最初の鎖の入っているところ、ここに長編み、長編み1つ、次は鎖1つ、最初の鎖の下から3つ目、ここが1、2、3、上が2本で下が1本の位置、これで引き抜きます。これで2周目が終わりました。次は3周目、
ここと同じように編んでいきます。まず鎖1つ、根元に細編みで、この細編みに覆い型、長編み5つ、1、2、3、4、5、これで長編み5つ。次はこの長編み3つの真ん中、ここに細編み、次またここに覆い型、長編み5つ、1、2、3、4、5、で、下の真ん中の長編みで、また覆い型、1、で真ん中、これを繰り返して1周します。で、最後はここと同じ最初の細編みに引き抜いて鎖4つでぐるっと編んで、またさっきと同じこれを繰り返していきます。途中で糸が短くなったら新しい糸を足していきます。糸を変えるタイミングは細編みか長編みの途中、私は次が細編みなので細編みの途中まで、これを引き抜くときに新しい糸で引き抜きます。これで糸が変わりました。このまま続けます。ここがほどけそうだったら一旦ここで結んでおいて、後で針で隠します。このまま続けて編んでいきます。10段編んできました。長さはそこから測って15センチ。ちなみに横幅は20センチ。私はこれぐらいにするんですが、多少長くしても短くしても大丈夫です。で、このサイズで大丈夫だったら一旦糸を切ります。糸を切ってから改めてハンドルを作っていきます。鎖一つを編むようにして糸を切ります。次にハンドルを作る位置にマーカーをつけます。これからこんな形でハンドルを作っていきます。以前作ったもので見ていくと、この部分、これは横から見ると台形にして編んでいます。この部分を作っていきます。これは真ん中にマーカーをつけて編んでいるんですが、今回はこの位置、これは
まず底を見て脇にマーカーをつけます。でこれは脇のこの長編み3つの真ん中、だいたいこの位置になるようにマーカーをつけます。多少ずれていてもこの位置にマーカーをつけます。でこっちも同じ。この長編み3つの真ん中で、ここから戻って、これが長編み3つの扇形、次の扇形で、次の扇形の真ん中、こんな感じでマーカーをつけます。この脇には真ん中にマーカーで、次は扇形1つをジャンプして、次の扇形の真ん中、こっちも同じ。脇の真ん中にマーカーをつけて、1つをジャンプして、次の扇形の真ん中、こっちも同じ。でこれはこんな感じでマーカーをつけるんですが、もう一つのサイズで作ったもの、同じように脇にマーカー、この長編み3つの真ん中にマーカーをつけました。こっちも長編み3つの真ん中、多少ずれていても大丈夫です。同じバランスでマーカーをつけます。でここから扇形の数を数えます。ここは扇形の真ん中、次の扇形2つをジャンプして、次の扇形の真ん中、こっちも同じ。真ん中にマーカーをつけて、2つの扇をジャンプして、次の扇形の真ん中、こっちは間、これぐらい空いていて、こっちは一つになっています。どちらでも大丈夫です。でこのマーカーのところから始めていきます。真ん中のマーカーが一つの時でも同じです。真ん中に針を入れて始めます。こっちのパターンで編んでいきます。で同じ糸で編んでいくんですが、今回は見やすいように違う糸で編んでいきます。皆さんは同じ糸で編んでいきます。マーカーのついているところから始めます。ここから台形を作っていきます。同じところ鎖1つ、細編み、次はこの長編み5つの扇形、1、2、3、4、5、これで長編み5つ。次またここに長編み5つの扇形、
次はここで、次のマーカーのところまで編んでいきます。マーカーの手前まで来ました。マーカーのところに細編み、次は2段目裏返して内側から編んでいきます。扇形の真ん中からスタートします。なのでこのまま糸を移動させます。これをかぶせます。次ももう一回、これで真ん中から糸が出ました。ここからこの長編み3つの扇形、鎖1つ、細編み、長編み、鎖、長編み、鎖、長編みで細編み、これで下と同じ模様になりました。次また長編み3つ、次もで真ん中、これで長編み3つの扇形が3つ裏返します。次はこの扇形の真ん中からスタートします。なのでこの糸を移動させます。まずこの長編みの上、次はスリット、次は長編みの上、これで真ん中から糸が出ました。ここから扇形を編んでいきます。この長編み5つ、鎖1つ編んで細編み、扇形、真ん中、次も同じ、これで5つ、次の長編みの真ん中、また裏返します。内側から編んでいきます。
またこの長編みの真ん中、糸を移動させます。ここからスタートします。鎖一つ、細編み、真ん中、次また裏返して、次から鎖と長編みを編んでいきます。鎖3つ、1、2、3で、このスリットに長編み、長編みと長編みの間、長編みをします。次のスリット、最後はここではなくてここに細編みがあるので、ここに長編みをします。これで鎖3つと長編み3つ、ここからストラップを編んでいきます。鎖3つ、この鎖3つは少しだけ小さく編んでいきます。裏返して長編みの上に長編み、最後はこの鎖、下から3つ目、上が2本の位置、この幅で作っていきます。次も鎖3つ、少し小さめで裏返して長編みの上に長編み、で次また鎖で長編み、これを繰り返して好みの長さになるまで編んでいきます。こちら側からも同じように編んでいって、このストラップのこの細い部分、ここをつないで、この状態が好みの長さになるようにします。ストラップを編んできました。長さはこの細くなったところから測って15センチ、こっちにもあるので、こっちは2センチぐらい、合わせて17センチ。私はこれぐらいの長さにします。こっちは短く切っています。片方は少し長めに残して糸を切ります。この糸で縫い合わせます。ねじれていないか確かめてから、これを裏返してこの端と端を縫い合わせます。向こうはこの部分、手前はこの
鎖、下から3つ目、ここと縫い合わせます。2本の糸の下もう1回これでつながりました。また1つずつ2本の糸の下この端向こうは鎖123でもう一度でここに糸端があるのでこれと結んでおきます。後で隠しておきます。最後にこの内側を鎖で編んでいきます。で始めるのはここぐらいから始めていこうかと思います。ここかここぐらい。新しい糸糸を出して鎖2つ1、2この1つ目にマーカーをつけておきます。2本の糸の下で次はこの長編みと長編みの間ここぐらいに引き抜き編みかぶせます。これで鎖2つと引き抜き編みまた鎖2つ間に引き抜き編み目立たないところに入れていきます。また1、2でここら辺こんな感じで続けていきます。ここでも同じと鎖2つと引き抜き編みここは距離が変わってくるんですが大体で鎖2つ引き抜き編み鎖2つ引き抜き編み大体の間隔が揃うように編んでいきます。ここまで編んでいきます。縁を編んで中央のマーカーの近くまで来ました。ここでも適当に鎖を編んでいきます。1、2ここぐらいまた1、2真ん中に入れていきます。こんな形にしました。またこの範囲で鎖2つ引き抜き編み鎖2つ引き抜き編みここまで編んでいきます。スタートしたところまで来ました。ここが最後の鎖。最後の鎖は鎖1つ糸を切ります。引き抜いて
針に通します。最初の鎖、ここにはマーカーをつけています。この2本の糸の下に手前から向こう、これが最後に編んだ鎖。最後に編んだ鎖に上から針を入れます。これを引き締めて大きさを揃えます。あとは裏でほどけないように隠します。ちょっと行ったり来たりしてしっかりと留めます。他の糸端も針で始末します。反対側も同じように鎖で縁を編んでいきます。これで出来上がりました。このままでもいいんですが、今回はボタンをつけていこうかと思っています。つけなくても大丈夫です。お好みでボタンをつけます。で、これは鎖編みでループを作っています。で、お好みのボタン。まず少し細い針で鎖編みをしていきます。この長さは様子を見ながら決めます。で、これで大丈夫だったら端を少し長めに残して前と後ろを決めます。こっちを前にする場合、これを裏を上に向けました。で、この状態で長さを確認して、で、大丈夫であればこの内側で結びます。この糸端は隠しておきます。で、次にボタンをつけて出来上がりです。これで出来上がりました。使うときには少し伸びた形になります。ボタンと簡単なループを作りました。そこは少し広め。とても可愛く出来上がりました。もう少し大きいサイズのものはこんな感じで、編み方は同じです。使うときにはこんな形になります。
これも使いやすいサイズだと思います。サイズを測りました。横幅25センチ、縦は19センチ、ストラップの内側は52センチ、使った糸は 160g、 白の方は縦が16、横幅20、ストラップの内側は40センチ、使った糸は 100g。 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。